それでは、立命館大学ゲーム研究センターについての簡単な紹介をさせていただきたいと思います。立命館ゲーム研究センター、立命館センターフォーゲームスタディーズというものの略称で RCGS と呼ばせていただきますが、私どもゲームの分野における日本で唯一の学術的研究機関として2011年4月に立命館大学衣笠総合研究機構に設置されたものになります。本センターはコンピューターゲームはもちろん、もっと伝統的な遊具や玩具からですね、幅広いゲームと遊びを対象としておりまして、総合大学の強みということで、制作科学部、映像学部、先端総合学術研究科法学部、情報理工学部などなどですね、いろいろな学部の教員がゲームの研究をしております。こちらがですね、研究メンバーのゲームに関わることをやっている教員がより集まってですね、研究活動をみんなで一緒にやっていこうということでやらせていただいております。また、京都であるということももちろんゲームということを研究する上で非常に重要な条件の一つだと思っております。各研究メンバーゲームに関わる話をやっておりますので、書籍をですね、各研究者が出しておりまして、何を出しているかというのはこちらの方にブックログのページでもまとめさせていただいておりますが、ぜひお読みいただけましたら幸いです。またですね、ゲーム研究センターの大きな事業の一つとして、アーカイブということをやっております。で、アーカイブとして何を持っているのかというようなことについては、すでにこの RCGS コレクションというページから公開しておりますが、物理的に倉庫の中でどういったものをアーカイブしているのかについては、また別途動画がありますので、そちらの方をご覧いただければ幸いです。そしてですね、一般的に研究機関としてやっているようなものとして想像できるようなことは、いろいろやっているわけでして、一つ、定例研究会というのを毎年ですね、少ない年で5、6回、多い年で十数回ですね、月1回から2月に1回ぐらいのペースで、定例研究会というのをやっております。で、こちら基本的には公開でやらせていただいておりますので、ご興味のある方はぜひご参加いただければと思います。いつ定例研究会があるかという予定については、ウェブページのこちらのウェブページの方で、公開しておりますので、よろしくお願いいたします。またですね、大きなカンファレンスとしまして、リプレイングジャパンというイベントを、こちらも毎年夏にですね、やっております。この2023年度の国内公募の候補がちょうど現時点だとされておりますが、だいたい8月にですね、国内の大学でやられることもありますし、海外の大学でやられることもある、英語で実施するカンファレンスになります。だいたい毎年カンファレンスの方が3月頃に公募の締め切りがありまして、8月頃ぐらいにご発表いただくというような形になっております。詳細については、コールフォーペーパーの方をご覧いただければと思います。また、このリプレイングジャパンというカンファレンスをアルバータ大学など海外の大学と共同で開いているのと同時にですね、ジャーナル、学術雑誌ですね、そちらの方の発行もしております。こちらのコールフォーペーパーもですね、カンファレンスとは別に論文として刊行されるものを作っていくということで、だいたい秋頃にですね、締め切りがあり、だいたい3月末か4月頃ぐらいにですね、刊行されるといったようなペースで刊行をさせていただいております。ちょうどですね、今月にリプレイングジャパンのボリューム5が刊行される形でもう印刷が終わったところになります。こちらもぜひよろしければご覧いただけると幸いです。そしてですね、先ほどもですね、少し申し上げたんですが、こちらの RCGS コレクション、いろいろな工夫をしておりまして、端的に言えば、私どもが持っているアーカイブを一覧で見れるようにしたページなんですが、こちらのですね、ページの使い方、いろいろな形ができまして、もちろん、まずこういった形で各ページをですね、見ていただく。どういうゲームがどういう情報が登記されているか、正式な名前であるだとか、どういった素材のものであるだとか、どういった大きさのものであるだとか、といった、そういったカタログデータを作ったりですね。例えばゼルダとこうやって打っていただくと、こういった攻略本のデータなども入っておりますし、細かいカタロギングのデータですね。こちらも、一つ一つのデータについて、どういった既存情報があるのかというようなことをまとめる作業を長年やらせていただいております。またですね、この RCGS コレクションの一つの特徴なんですけれども、スパークルという呼び出し言語を使ってですね、このデータの中身の集計のようなこともできまして、例えば、
こちらですね。私どもの持っているパッケージの中に、どの会社がどのぐらい含まれているか。で、その会社のデータが、大阪にあるものはどれだけかというようなことで、集計を行うといったようなことも可能になっております。これは、私どもが持っているアーカイブの中で、大阪にある出版社で数が多いものはどれかというような形で、カプコン、SNK、日本物産というような形で、集計の結果が、見えるようになっております。スパークルというこの呼び出し言語の仕様があるわけですが、これ私どもが独自に意識決めている仕様といいますか、一般的な呼び出し言語として使われているものになりますが、こちらでいろいろなオーダーを出していただければ、集計できるようなオープンデータとして提供させていただいております。こういった研究に関わる様々な活動をやっておりまして、こういった活動はですね、官庁だとか行政機関との取り組みとも連携してやっております。特に代表的なことの一つがですね、メディア芸術関連事業という形で、日本の文化庁が実施している事業が、枠組みがあるのですが、そちらにですね、2013年度から協力させていただいておりまして、いろいろな仕事をやらせていただいております。で、一つはこのメディア芸術データベースですが、こちらのメディア芸術データベースはですね、我が国で流通しているゲーム、あるいは漫画、アニメ、メディアアート作品についての記録をですね、基本的なタイトル情報だとか、いつ何がどこで発売されたかといったような基本的なメタデータと呼ばれるものをまとめて扱えるようにしようというようなデータベースなんですが、こちら漫画やアニメについては私どもは特に何もやっておりませんが、ゲームの部分についてですね、ここの情報を提供するというようなことを大半が私どもの方でやらせていただいております。アーケードゲームについてと、あと家庭用のゲームについては、特に2018年まではかなり網羅率が高いというふうに言っていいかと思っております。こちらのメディアゲスデータベースもかなり高度な、先ほどスパークルをお見せしましたが、ああいったですね、高度な検索にも対応できるようなデータ構造での記述を行っております。また他にですね、ゲームアーカイブをやっているところ、機関というのは、私どもゲーム研究センター以外にも、国内外にたくさんございます。そういったゲーム研究、あるいはゲームの所蔵をしている機関というところ同士のですね、連携をするための協議会のようなものを運用するというようなことも文化庁事業に関わる事業の一つとして、2015年頃からですね、国内外の所蔵館の調査等をしておりまして、その一つの成果としては、こういった協議会のようなものを開いて、オープンにセミナーを開かせていただいたりですね。であとですね、世界各国でどういった所蔵の取り組みがあるかというようなことの報告書をですね、これ毎年書かせていただいております。こちらなどご覧いただくと、国内外のゲームの保存の状況についてまとめておりますので、ご興味のある方はご一読いただければ幸いです。その他にもですね、まだ他大学、他の研究機関等々、あるいは民間のいろんな取り組みとの共同での事業も実施しております。一つ大きなものとしては、オーラルヒストリー事業というのもやっておりまして、一橋大学イノベーション研究センター、筑波大学、早稲田大学などと共同で、ゲームの開発者、あるいはそのゲームのメディアなどなどですね、日本のゲーム産業に関して非常に重要な仕事をされた方などへのインタビューですね。そういったものを行っております。こちらの研究の一次資料として使えるような形で整備しようということで、非常に長いインタビューにですね、いろいろな方にお付き合いいただいて公開をしております。その他やらせていただいていることとしてはですね、いろいろなゲームのアーカイブを用いた展示であるだとか、何かゲーム作業に関わる展示への協力などを行っております。毎年協力しているものですと、ビットサミットという京都で開かれる大きなインディーゲームの祭典がありますが、こちらにサポーターとして入っておりまして、ゲーム研究センターの研究者の何人かが、かなり深く関わる形で、ビットサミットに協力させていただいたりですね。あとですね、大きなものとしては、このルドムジカというイベントですね。こちら、だいたい2ヶ月ぐらい、今年、去年、一昨年と開催しているものなんですけれども、ゲーム音楽に関わる展示でして、
ゲームの音楽の音源自体をですね、展示させていただくと同時に、それぞれの音源についてですね、どういった経緯でそれが存在するのかとかですね、どういったところが特徴かといったですね、そういったことも解説として、いろいろな有識者の方、あるいはその音楽を作られたご本人などにですね、コメントをいただいているというようなイベントをやらせていただいております。いろいろなことをいっぺんにご説明させていただきましたが、ゲーム研究センターの活動につきましては、他にもその都度ですね、いろいろな活動をやっておりますので、ぜひ私どものウェブページ、また、Twitter、Facebook もありますので、フォローしていただければ幸いです。皆さん簡単に駆け足でございましたが、お聞きいただきありがとうございました。